歴史好きが集まる古本喫茶、カフェ、レミニス。ここでは、店内に飾るコレクションを毎日入れ替えています。今日は12月8日か。どんな資料を用意しようかな。いらっしゃいませ。おや、これは。それは、ニップ時事というハワイの日本語新聞です。布という字は、ハワイの漢字表記から来ています。今日、12月8日は、真珠湾攻撃のあった日ですよね。パールハーバー、私のふるさとのすぐ近くです。私、ハワイで生まれた日系3世です。今は日本に住んでいますが。そうでしたか。この新聞はバックナンバーもあるから見てみましょうか。日本人がハワイに移住したのは明治時代からで、最初はサトウキビ農園で働いていたそうです。祖父母がハワイに渡ったのも明治の終わり頃と聞いています。この写真、ホノルルの日本人町と書いてあります。よく家族で買い物に行きました。飲食店、洋服屋、映画館、いろんな店で賑わっていました。ハワイで生まれた子は日本語学校にも通っていたのですね。ハワイ各地にあって、私の両親も通っていましたよ。これは日プ時事社の様子ですね。宗我安太郎というジャーナリストが社長でした。新聞がハワイの日系人社会を結びつけていたのですね。相撲の記事が多いですね。祖父も好きでした。観衆4000人ですが、力士は日系の方だけじゃなかったのですね。皆さん、自分が日本人という意識は強かったのでしょうか。人によるし、簡単には言えないですね。祖父母は日本の文化に愛着が強かったです。祖父は剣道を長くやっていました。両親はハワイで生まれ育ったから、アメリカ国籍で普段英語をしゃべるし、野球が大好きでした。日本人だけど、アメリカ人だし、ハワイ市民でもある。そういう意識かな、と思います。それじゃあ、日本とアメリカが戦争するとなった時は、複雑な心境だったでしょうね。私は、まだ幼かったからわからなかったけど、後で聞いた話はあります。その頃の新聞も見てみましょう。1937年に日中戦争が始まると、中国に停泊するアメリカの砲艦を日本軍が撃沈するなどの事件もあって、日米間の対立は深まりました。1939年に第二次世界大戦が始まると、翌年日本はドイツ、イタリアと同盟を締結し、東南アジアに進駐して、アメリカは経済制裁で応じました。1941年には日米衝突回避のための交渉が進められました。日系人はアメリカへの忠誠心が疑われて、苦しい立場にあったそうです。この欄では、ホノルルの小売商組合が国防への協力を呼びかけています。これは、開戦1週間前のコラムですが、米国第一主義のもと、米国の国是国策を遵守とあります。最終的には、アメリカに忠誠を尽くすべきだという態度表明ですね。祖父母は、自分の祖国と永住の地と決めた国が開戦するかもしれないと知り、暗淡たる日々を過ごしていたことでしょう。そういえば、その頃の日本の雑誌もありますよ。内閣情報局が発行していた写真集報という雑誌で、開戦直後の号です。今ぞ敵は米英だ。米英を操場に送らん。ですか。ムードを高めようとする言葉が並んでいますね。真珠湾攻撃の当日のことを覚えていますか？覚えています。
その日はよく晴れた日で、青空が広がっていました。朝食を食べてから家族で買い物に行く予定でした。ふと外を眺めると軍用機が飛んでいて、パールハーバーの方では煙が上がっていました。今日は随分熱心に演習をやっているなと思っていたのですが、ラジオからこれは演習ではないと叫ぶ声が聞こえてきて、何かの冗談かと思いました。誰も日本軍がハワイに攻めてくるなんて思っていませんでしたから。その日の夜は空襲を警戒して不安な夜を過ごしました。翌日、家族でこれからのことを話しながら、本当に戦争が始まったんだと実感しました。12月8日付の日付時事、ハワイでは真珠湾攻撃の翌日です。冒頭に社説が載っています。日本人住民に対して冷静になり、アメリカを支持するよう呼びかけています。お互いにという表現にも日付時事の立場が見えますね。アメリカ大統領の演説と宣戦布告の記事、日本の不信を非難とあります。ハワイにはすぐに戒厳令が出されて、軍政が敷かれました。戒厳令が解除されたのは1944年のことでした。民間人の死傷者の記事も載っています。市街地は日本軍の攻撃目標ではありませんでしたが、対空砲が落下するなどして戦闘の巻き添えになった市民がいました。そこには日系の人たちも含まれていました。日付時事社社長の曽我谷安太郎は逮捕されて収容所に送られました。同様な扱いを受けた日系の人たちが大勢いました。日付時事は一月近く休刊した後、検閲のもとに再刊され、新聞名は後にハワイタイムズに変わりました。あの日、父は庭に出て飛んでくる日本軍の飛行機を睨んでいました。驚き、怒り、悲しみ、そういうのが混じった表情だった気がします。その後、志願してアメリカ軍に入りました。あの時、父はどんな気持ちだったんでしょうか。もう一度、日付時事を見せてもらってもいいですか。新聞、ありがとうございました。12月7日は、日本では8日でしたね。毎年、この時期は何か重い気持ちになるんですが、今年は少しだけ気持ちが楽になった気がします。